皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は大変私にとっては、有意義な嬉しはい、い、企画を3回連続してやれるということで、はい、見ていただいている方、どうぞご期待ください。というのはタイトルとしてですね、アスリートは主張するスはい、ポーツと政治の関係を考えるというタイトはい、ルをつけてみました。はい。大体日本のね、日本だけではないのかもしれませんが、アスリートっていうかスポーツマンはですね、政治となったら何か触れてはいうん、けないというようなことでね、うん、東京オリンピックの時も何人かの人は喋るようになったんですけどそうですね、ね。自分の意見を全然言わずに、こう、組うん、織の方から、こう、言われる通りやって自分はスポーツだけやってりゃいいんだとうん、いうような、まあ、世の中の空気もあってと。いはい、うことを考えて、これをやりたいと思っていたら、ちょうどタイミングよくと言っていいのかわからないですけれども、労組、日本プロ野球選手会を作った男たちという本が出版されました。こはい、れの著者が今日から3回連続ゲストで出ていただきます、木村幸彦さんです。はい。そう、帯に書いてあるのは、この組織なくして大谷選手の活躍もなかったと。まあ今はうん、もうなんか大谷選手のね、もうワールドシリーズでの話ばっうかり、ん、まあ山本選手もそうですけど、うん。まあ私に言わせればそんなにメジャーばっかり言っていいのかっていうのがね、もう日本のプロ野球何してんだっていう日気に本シリーなるんですけれズって誰かども、あんまり気にしてなかったですよね、誰も。もう、なんかちょっとうんざりしてるんですけれども、この本が本当に素晴らしいので、この本の中身については、第2回目、第3回目で、いろいろ喋っていただくことにして、1はい。回目はジャーナリストの木村幸彦さんに、いろいろジャーナリストとしてスポーツとの関係で活躍してこられたことを伺いたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくおよろしくお願いしま願いします。す。ありがとうございます。出演はい、こちしていたらこそ。だいて。こちらこそありがとうございます。一言だけ聞かせてください。これ、はい。この本書かれたきっかけって何だったんですか？ですね、ねまあ、この40年の球界、私はご存知の通り、サッカーの方ずっと書いてたんですけども、はい。えーやっぱりサッカーと批准してみても、プロ球界っていうのは非常に日本の球界はガラパゴスになっていて、パコス、で、はい。それがやっぱり変わってきたのは、選手たちの声がダイレクトにこう伝えられる、うん。主張できるということでの発展ではうん。なかったのかと。なるほど。で、見渡してみたときに、ところがそれをこう時系列できちんと抑えた書物がないなということに気はい。がついて、はい。もちろんだからね、玉木さんもシンポジウム出られてたはい。ストライキ2004年の。はい、そうですね。なのにね、ピンポイントでスポット当てたものはあるんですけど、40年ちょうど今年の11月になるので、はい。それを一つまとめたいなっていうのが一つな、と、実はもう一つ前に野球の本で言うと、江藤真一さんのノンフィクション1個書いたんですよ。あ、さあ、存じ上げなえくて申し訳ない。あ、そうでいえいえ。すか。江藤真司さん、素晴らで、しい選手だ。江藤さんも、これ、内川の前にセ・パ両方で初めて首位打者を取った人で、そうですね。はい。うん、ところが彼も、水原監督、中日ドラゴンズ時代にとはい。合わなくて、あ、2位引退に追い込まれて、で、その後ロッテに行って、はい。太平洋で監督をやってという、だから、江藤さんの本もそうなんですけど、ええ。調べれば調べるほど、呆れるほどにそのプロ野球選手っていうのは、権利が抑えつけられてた、あ、華やはい。かに見えるんですけど、はい。これをじゃあ一個一個どういうふうにこう解きほぐしてきたのか。
なるほおど。読みになっていただいてわかるかと思うんですけど、はい。実はそこにね、野茂英雄さんの言葉があったりとか、そうですね。大事なものがね、つどつどあったんで、それはちょっと記録としてはい。残したいなという気持ちがあったのが最初のきっかわ、けですね。私も野茂さんとはもう何度も話しましたけれども、うん、野茂さんの素晴らしさ、そのアメリカの労働組合に対する理うん、解の凄さっていうのうん、も分かりましたし、私自身そのプロ野球の選手たちがどれだけこう抑えつけられてるかっていうのを、ストライキの時にここで一言だけ言いましょう。我々の敵は鍋つねですって言って、それがフジテレビのプロ野球ニュースに流れたのは知ってるんですが、後から聞いたところではどうも私をええ、潰そうとしたプロデューサーがそれを思いっきええ、り出したらしくって、まあでもあそういうことで私も渦中にいた人間なので、このあ、うん、話については2回目、3回目に、木うん、村さんからじっくり話聞きますんで、よろしくおはい、願いします。はい、よろしくおそ願いします。してこの第1回目としては、このジャーナリストとして、主にうん、サッカーのことを活動されていはい、て、で、はい、これ前々回、前々々週になるのかな、僕らのこええ、の番組で、大和大学の教授の人にゲストで出てもらって、うん、ウクライナ戦争について喋っていただきました。このウクうん、ライナ戦争のことについても、かなりポーランドのサッカー協会との関うん、係で取材さはい、れてるんですよね。はい。ご存知の通り、はい。ウクライナの隣国なんですね、ポーランドってはい。いうのは。はい、そうですで、ね。歴史的に見てもロシアの脅威っていうのはポーランドはもう本当に嫌というほど味わってきていて、そうみたいですね。で、はい。ええ、で、プーチンが軍隊を使ってウクライナにこう攻め入った時に、はい。ポーランドはもう国境をすべて開けるんですね。そうもう です。ID もパスポートも持ってなくても、もううん。あらゆる人たちをウクライナから受け入れたと。ううん。ん。難民として、もっと言うと、これはそのまま、就労のビザも、はい。与えて、ポーランドは非常に人道的な解放をしたんですね。はい。はい。で、だから一つはかつて、はい。うん、どうぞ。400万人ぐらいの、400万人以上ねの、ウクラはい。イナ人がポーランドの方にうん、なだれ込んだというようはい。なことも聞いてますけれどうん、も、うん、その中にサッカー選手がいて、ポーランドはい、のクラブにどんどん入っていくことも、ポーラはい、ンドのサはい、ッカー協会が認はい。めたらしいですね。はい。ご存知だと思いますが、かつてここはね、ポーランドとウクライナの共催でヨーロッパ選手権を、あ、はい、はい、はい。開催したことがあるんですね。はい、うん。その時以来の、信頼関係でしょうか。はい、正直、ポーランド自体は、他の移民難民については、特に中東系の移はい、民に対しては非常に厳しい措置を取ったりするんですけどうも、ことウん、クライナに関しては、うん、もうボーダレスとも言っていいぐらい、受け入れて、で、うん、サッカーの立場で言いますと、とにかく、FIFA にも掛け合って、ウクライナの特にユースの選手たちですね、ジュニアユース、ユーはい、スの選手たちをポーランドのチームに入れて、登録させて、決して、サッカーの空白の世代を作りたくない、作らせなあいということで、あ、なるほ受け入れど。たわけですよね。うん、なるほどね。そしてポーランドの、サッカー協会の方は、ワールドカップのヨーロッパ予うん。選で、ロシアはい。との対戦を拒否したと。これはい。は、はい。ひょっとして、そのままいけば、ポーランドが出られなくなるかもしれないとええ、いう危ええ、険を冒してでも、は要するい。にうん。ウクライナに攻め込んだロシアとの試合はやらないというはい。ことを2022年ですね。に、はい。宣言して試合をうん。拒否したと。これはある意味ええ、すごいことですうね。これ。ん。そうなんですよ。で、しね。かもこれ別に政治的なところからトップダウンで、やっぱりロシアとは試合できないじゃないかっていう、協はい。会の上が言ったんじゃなくて、選手たちの下からの声で、あ、なるほど。決議したんですよ。レバンドはい、フスキはい。をね、筆頭として素晴らしい選手たちがいるんですけども、はい。隣国ウクライナに侵略するような国に対して私たちは試合をできないと。うん。これ、厳密に言うと、ウェファ、フィファの規定にもしかかるんだったら、ポーランド自体が、このボイコットは、レギュレーションから外れるということで、なるほど。ワールはい。ドカップへ出場資格を
剥奪される可能性もあったんですけども、そはい。れでも構わないと。なるほど。そういうオピニオンとしての発信でしたよね。ところが、その選手たちの動きに対して、そのポーランドの大統領も、それは正はい、しい行為であるというはい、ような、宣言をしたりとか、はい、それで FIFA はい。も動いたわけですね。そそうれで、ですね。それでロシアの方が排除されるといそうです。うふうなことはい。になっうん。て、はい。これはカタールの時ですね。カタールのワールドそうです。カップに、はい。ポーランドも出場することができたということになるわはい。けですね。ご存知通り日本と戦いましたよね、ポーランドそう、が、そこで。そう、あ、そうでした。はい、そう、ちょっとそう、グダグダの試合になっちゃいましそうそう、たけど、最後ね。そうでした。そうでした。はい。なるほどね。こういううん。選手からの動きっていうのは、やっぱりうなんて言いますん。か、もう日本人のアスリート的うな感覚ん。で言うと、結うん。構その勇気がいる行為じゃないかと思うんそうですけど、なんですよ。そのあたりははい。どうなんですかね、ポーランドの選手なんかの意や識っぱりね、としては。個としてすごく自立しているという印象でしたよね。ああ、はい、はい、はい。はい。一人一人に、まあ、これはサポーターも選手も話聞くんですけど、はい、はい、日本の選手だったら、じゃあ、協会が決めたことだからとか、協会のはい。人に聞いてくださいって言うじゃないですか、大体。なるほど。そうじゃなくて、うん。自分はこう思うと。で、はい、これに対して、特にロシアのウクライナ侵攻に対しては、これはもう許すことができないし、はい、で、これがポイントなんですけど、選手たちに罪はないのは分かっていると。はい。なるほど。ただ、それでもワールドカップというのがパスポート主義で、一つうん。の国家代表として、ちょっと僕はい。はオリンピック以上にナショナリズムが強いんですけど、うん。戦うということになったときに、うん。私たちは少なからず他国を侵略して、うん。殺戮を行っている、国の国家は聞きたくないということで、まあ、自分はもうそれには出たくない。うん。で、これでもう排除されても、それはもう覚悟の上だと。なるほどね。今、パスえポート主義って言われたのは、はい、FIFA、要するに世界のサッカーでは、はい、そうですね、国はい、籍のあるところの代表チそうームですね。ということですね。はい、そしたら、ロシアの国の代表チームというそういうことですね。ことで、国対はい、国との戦いになると。そのはい。国が侵略をしている国とは戦いうたくないん、というのを選手の声から出てきたということですね。そうですね。うはい。ん。それを FIFA なんかも動かすことになったということに。うん、そうですね。うん。そこの自律性で言うと、逆も、それも玉木さんが読まれた記事に書いたと思うんですけど、はい。モスクワでプレーしているポーランドの選手もはいいはいはい。るんですよ。はいはい。で、これはもう話し合った上で、うん。その選手は、いや、自分はやっぱりモスクワリーグでもプレーをうん。続けたいということと、それからパートナーがロシア人であると、はい。いうようなこと奥もさんですね。あ、奥さんがそうですロシアね。人。はい。はい。で、いろんなことを含めて、そこもはっきりするんですね。私うはじゃあ代表にん。は行かないし、代表も君はちょっと呼べないと。うん。うん、なんか、なるほど。すごくその辺が自立して、政治的なことは個人的なことっていう魂が根付いてましたね。なるほどね。ちょっと、うん、日本のアスリートの人にも、あるいは日本の、スポーツを取り仕切っている政治家の皆さんにも、それは聞いてほしい言葉だと、今思いましたけそうですね。れども、う問題をちょっとん。日本の方にも移すと、日本にも同じえような問題はあるわけですよね。いくつかあり私が、ますね。はい。木村さんがいろいろ動いておられる中で、ミャンマーのうん。選手のえ難民え選手、これはい。はいろいろ問題があるみたいでして、うん。日うん。本でもワールドカップの予選でミャンマーを代うん。表してきた選手が、うん。最後に3本指を立てて、はい。挨拶って言うんですかね、したとまあ、きに、これは、抵抗の意思を示したわけはい、ですよね。そういうことこのですね。三本指ってのは不服従を表すもので、はい。歴史的な背景もあるんですけど、まあ、ご存知の通り、クーデターが起こりまはい、ありしたよね。5ましたね。軍事年前かな。政権に、はい。はい。選挙結果をリスペクトせずに、アウン・うん。サン・スー・チーの NLD が大勝して、はい。軍部系の政党が負けるんですね。うん。で、ところがそれに対して言いがかりをつけて、これは不当だということで、クーデうん。ターを2月1日に起こして、はい。スー・チーをまあ軟禁し、うん。非常事態宣言をして、新しい政府を認めずに、うん。まあ、軍の司令官に置いたと。なるほど。これに対して、当時もうワールドカップ予選始まってましたから、はい。選手たちはやっぱりボイコットを主張するわけですよ。うん。
言ってみれば、これ、サッカーをやっぱりプロパガンダに使おうとしてると。はい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 。はい。正あ当な国の、家ではないのに関わらず。これは日本で、その予選があった時に、まあ、はい。千葉のスタジアムであうん。ったんですけれども、その時はい。に、その、在日のミャンマーの人たちが、うん。そのうん。国の、軍事政はい。権の国の代表のチームなんか認めないというデモまであったらしいですね。そうですね。はい。ね。で、スそんな、タジアムの前で、あれははい、福割りだったと思うんですけれども、そのはい。前でアピールをしてましたよね。なるほどね。はい。で、その試合が終わった時に、その三本指を立てる選手がいて、この選手いや、こは、れはね、いね、や、これね、試合の前です。あ、前でし国たか。すいません。失礼しました。斉唱だっはい。たと思いますね。ああ、そうですか。はい。だから国際映像で流れたんですよ。ああ、なるほうど。もうそういん。う選手は国には帰れないっていうところで、で、ちでょっすよね。と聞いたら、とにかく、選手は全員ボイコットしたかったんだけども、はい。まあ、とにかく、まあ、まあ、日本ラウンドは行ってくれと。で、はい、その代わはい。り、会見の場所は設けると。自はい、分たちはい。は、今の軍事政権は認めていないけども、うん。サッカーをやりに来たという、そういう場は設けてくれって言ったんだけども、それも作ってくれなかったと。なるほど。で、で、全選手が実はこれをやろうって話をしてたらしいんですけど、ああ、そうですか。最終的には第2ゴールキーパーのピエ・リアン・アウンという選手だけはい。がこれを捧げて、なるほで、やっぱりちょっと在日本のミャンマー人たち、民主化を支持している人たちは、やっど。はい。ぱりびっくりする心配するわけですよ。このままああ、彼は帰れないんではないかと。なるほど。空港で逮捕されて、インセインのはい。収容所に入れられて、下手をすると拷問されて殺されちゃうんではなういかと。ん。それもでも覚悟の上で彼は立ち上がったんですけどね。うんね。それでまあ、はそれを、救う人も日本の中で現れたっていうのは、木村さんの原稿を読ませい。ていただいて、ちょっと私なんかええもホッとするような動きがあったということなんですけれども、はい。町田ゼルビアの人からの紹介で、うん。横浜はい。のサッカーカントリークラブですか。はい。ごめんなさい。サッカーカルチャー YSCC クラですね。ブですね。いいですね。はい。YSCC。それの中に、はい。で行って、フットサルの、うん。これは、はい。ゴールキーパーと言わないんですね。そうですね。はい。レイカっていうんですかね。そゴれとしてロイカですね。はい。うん。日本に残ったという。まあ、はい。その人もいたということで、ちょっと救われるんですが、もう一人、うん。なんていうの、難民2世の選手も、はい。はい。はい。町田ゼルビアで頑張っていはい。るということらしいそうです。ですね。はい。ぜひ応援してあげてほしいんですけど、はい。これは何という人で、タウンゼン・マラ完全マ君、ラ安全。さん。はい。マラ君、はい。で、妹さんもバレーボール選手で、あ、イエモンミャうん。っていう、うん。これ、うん。ご存知の方いらっしゃると思うんですいや、けども、小はい。崎さんがね、バレーボールの取材をそよくしてうですか。いて、ええ春高バレーで決勝でええ準優勝したことで、ええずっとそうです、取そうです。材されてたそうですよ。ええそうですか。小崎さん、そうなんでしょ？はい、僕は共栄学園の取材をしてたんですけど、まあ、下北沢成徳と決勝ではい。当たうん。るんうん。で、まあ、イエモンやって向こうのうん。大エースで、大エーまあスですね。ね、まあ、彼女一人で、ね、決勝まで連れてきたって感じでしたね。なるほええいや、困った時のイエモンがですね、そう もう、ど。そうだったんです。はい、レフトからものすごいスパイク打つんですよ、彼女うは。ん。えまあ、えそのぐらいの選手だったというのも、これ難民2世の方なんですね。何かお父さそうです。んがお父ミャンマーさんがはい。の、お母バレーボールさんですか？の代表でしたよね。大学。そうです。そうですね。お父さんも民主化を支持していて、そはい。れで、まあ、国を追われて、日本に、まあ、やってきて、うん。何度か難民申請をして、で、マラ君と、イエモンマ、モンちゃんは日本で生まはい。れてるんです。だから、あ、日本語を話すし、日本の文化でこう育ってるんですけど、なるほど。まあ、難民パスポートは持ってるんです。はい。だから、言ってみれば、渡航はできるんですけども、ただ無国籍なんですね。ああ、なるほど、なるほど。成人しないだから、と国籍が取れないってこといや、ですか？年齢というよりも、はい。日本国籍を取るためのやっぱりいろんな要件があって、はい。うん
で、もっと言うとね、難民認定も本当に厳しくて、これは2世の子がよく言うんですけど、はい。要するに日本で生まれ育った子供たちの方が日本語が堪能なわけですよ。日本の義まあ、務教育もそれは受けたりして。そうでしょうね。はい。だから、ご両親を連れて、品川の入管に連れて行って、代わりに、うん。書類を書いたり、うん。提出して、で、親の、まあ言ってみればそういう、地位保全のために頑張ったりして、はい。で、自分はまあサッカー選手なんだけども、まあ心ない子供ですからね、はい。心ない子はい。供たちが、お前は日本代表になれないんだぞとかうん。ね、ふらっと言われうん。て傷ついたりするんですけどうん。も、彼はそこでまた前を向くんですね。どういう形があるのか子供心に自分で調べて、あ、はい。日本国籍をうん。取れば代表になれるのかと。で、うん。自分自身がそこで、サッカーで成功すること、妹はバレーで成功することで、うん。両親に対して、一つの恩返しができるんではないかということで。うん。で、最終的に最初はベルディユースにいたんですけども、トッはい。プチームに上がれず、はい。で、大学を経由する形だったんですけども、見事に今年の、はい。春から J1 のマシダゼルビアに入団を決めて、う今、サん。ブのゴールキーパーで頑張ってると。で、なるほど。難民2世の、サッカー選手ってヨーロッパで当たり前のようにいるじゃないですか。まあ、たくさんおられるそうですね。それはね。ねえ、例えばイブラヒモビッチはい。みたいなね、スウェーね、デンの英雄は、これはボスニア難民の2世なんはい。ですよね。で、古くは、1956年の、ハンガリー動乱で、はい。うん。当時、50年代マジック・マジャールと言われた世界はい。最強のハンガリーチームの、チームの、はい。えープスカシという選手が、はい。スペインで亡命して、レアル・うん。マドリードで10番を背負ったり、はところが日本っていうのはやっぱご存知の通り、難民行政があまりにもこう非人道的に受け入れないとい。ういうことん。で、うん。だから FIFA で、FIFA というか、日本 JFA に選手登録された難民選手っていうのは、ピエリアがまあフットサルで最初だと思うんですが、はい。マナ君は、だから2人目になるんじゃないかな。ああ。難民認定された選手で JFA でプレーしているというのは。うまん。だ、まだその程度の人数しかいないうといん。うようなことと、そうです。日本の難民認定はい。の少なさ、ええ、とそこらはい。辺が木村さん取材されていて、ジャーナリストとしてうどう思われん。ますか？あのー例えば、在日コリアンの人でね、日はい。本国籍を取って、代表になっていくっていうケースはいくつかこれまでもあったとあり思うんですよ。ますね。はい。はい、ただ、在日の人たちの、まあ、やっぱり定義としては、日本帝国主義36年の時代かうら日本にん。おられた人たち。で、ところが、まあ、戦争が終わっても、第二次大戦が終わっても、世界中で戦争ってのはもう、ね、先ほどのウクライナもそうですし、ミャンマーもそはい。うですし、ガザもはい。そうですし、はい。全然終わってないわけですよね。そうですね。で、これはだから本当に世界的な問題として、いうわゆるん。先進諸国は受け入れていくべき使命を持ってると思うんですよ。なるほで、ど。難民の受け入れについては政治を持ち込むなっていうことで、ああ。ところが、これもね、一本ルポ書いたんですけど、うん。日本のイミグレーションは、とにかはい。く出身国に忖度しろと。難民受け入れにおー。ついて一番やっちゃいけないことを堂々と書いて、法務省の、新人研修で語ったりしてたんですね。うん、それは国に対する差別と言ってもいいようそうです。な考えですよね。ね。そうです。だから、トルコのクルド人がなかなか難民されないはい。のは、政府に対する日本政府の忖度で、うん。非人道的な扱いを受けて弾圧されてるんだけども、まあ、言ってみれば、それよりももう、国に対するものとしてイミグレーションでは入れないよっていう。うん。なるほど。うん、クルド人というのはトルコの政府が嫌がって弾圧してるわけですよね。それで日本の政府がトルコの政府に忖度をして、クルド人の、たとえ難民だと分かっていてもなかなか認定しないというようなはい、状態になっているというような感じそうですね。ですね。これはだかあの、ら本当に人道人権の問題に政治を持ち込んじゃいけないというのは大原則なんですが、なるほど。かつてインドシナ難民については、これははい。アメリカが、
ベトナム、カンボジアがまあ社会主義共産主義政権になったので、はい。そこから出てくる人間は、まあ自由主義陣営として受け入れろっていうことで、うん、うこれも外ん。交的に日本政府に働きかけて、この時はものすごい数のインドシナ難民を日本に入れたんですよ。はい、はい、はだからそこには、こう一つ、UNHCR なんかがこう規定している難民の定義も、軽視されていて、い。なるほど。政治によって認定が緩められたうり、ん。で、先ほどお話した、ピエ・リアン・アウンという選手が、はい。日本名して2ヶ月で難民認定を受けるんですよね。はい、はい。これうん。ものすごい速さなんですよ。もうはい。何年やっても認定されない。何があったかというと、この時スリランカの女性が、あ、はい、はい。亡くなった事件がありましたよね、ウィシュマ裁さん。判で、はい。はい。ウィシュマさんがもうとんでもない扱いを入はい。管ではいはい。拘束されて亡くなって、はい。で、それに対して入管が失地回復しようと。で、なピエリアンるほど。の難民認定の情報を、ちょうどその、ウィシュマさんが亡くなったことの報告書がオープンになって、法務大臣が会見する日だったかな。それにぶつうけてきたんでん。すよ。なるほどね。それもある意味では政治的な動きっていう言い方そうです。ができると思いはい。ますね。はい。なるほどね。そういった中での日本のその難民のあり方、うん。認定のあり方っていうのはあると思うんですけれども、さて、最後に、その木村うん。さんにお伺いしたいのは、スポーツのええ。世界でそれをなんか打破していくようなことっていううん。のはうん。可能でしょうかね。はい。これだから、よく言う、そのスポーツに政治を持ち込むなっていう言い方がありはい、はい、ますよね。はい。でもこれ現状、スポーツに政治がどんどん持ち込まれているのが、この先ほどからお話しさせていただいている難民難認定はい、なんではい。すよ。で、ピエリアンがこの3本指を掲げたのも、うん、これはむしろ政治ではなくて、うん。スポーツが、スうん、ポーツが軍事政権によって利用させられていると。うん、言ってみれば、非合意的に、横紙破りで、クーデターうん。を起こした政権が、私たちは正しい政権だということで、ワールドカップにサッカーチームを出場させて、はい。世界的な認知を狙ってたわけですよね。なるほどね。つまり、うん、ピエリアンはそこで政治からサッカーを守ろうとしてう3本指をん、立てたと思うんですよ。うん。要すうん。るに、スポーツというのは、政治のえ側ではなくて、人間のええ側、あるいは人はい、権の側にあるものであるはい、と。そこのはい、判断をやっていったら、はい、はい。政治とは違う人権による判断はいができるだろうと。そういそううことでですね。すか。うん、なるほど。そういうことですね。なるほどね。これはなだから人かなか、権、賃金に関するものはもう政治ではないですよね。ああ、なるほどね。よくわかりました。こういうことは本当に、マスメディアでもどんどん取り上げてほしいという問題うん、ですけど、なかなかこの頃のうんマスメディアは取り上げてくれないし、おまで、けに、もう一つ、政治の中でうん、も、日本人ファーストとかいうことをはいはいはい、平気で言いはい、出すようなところはい、が、こう、広がってきたので、恥ずかしい話こんないですけど、言い方をしてはいけないかもしれませんが、うん、木村さん、今後ともぜひとも頑張ってください。で、もう、これ、一つ言わせていただきたいんですけはい、どど、で、うぞ。ピエリアンがそこまで命がけで、抗議したミャンマーサッカー協会はい、三本に下。対して、今、日本サッカー協会は協力協定を結んでしまったんですよ。うん、うん、それはミャンマーのうん。サッカー協会と。今のサッカー協会と。なぜ今なんああ、だと。なるうほん。ど。よりによってなぜ軍事政権を今サポートしている、サッカー協会と協力関係を結んでしまったのが。う僕、これん、ね、記事に書いたんですよ。で、うん、えー宮本会長はもちろん面識もあるし、クレバーな人はい、間だと思うんですけども、はい。このことに対してのコメントがないんですよね。ああ、そうですか。で、JFA に対して、在日ミャンマー人の人たちは、私たちは今の軍事政権を認めてないんだけども、なぜその傘下にある協会と、この今のタイミングで日本サッカー協会は協力協定を結んだのかうっていうことん、を、異議申し立ての文書を持って言ってるんですよ。だからそれのうん、回答は、それこそ、回答はしてほしいなとあ、そうで思うんです。すね。はい。自立しえた組織として。はい。最低なぜそういうことをしたのかうん。ということは、やっぱり理屈うん。はあるはずですから、あるはそこのところずですね。宮本会長はい。も、答えるうべきでしょうん。ね。なるそうです。ほどね。いや、よくわかはい。りました。
はい。本当によくわかりました。第1回目のそのジャーナリストとしての木村さんの活動の中から、そのウクライナ戦争と、そのミャンマーの難民の問題、これとスポはい。ーツの関係というのを喋っていただきました。で、第2回目、次回からは、労働組合、これが日本のプロ野球の中に生まれた、あのー秘話とでも言いますか、裏舞台というものを喋っていただきたいと思いますんで、また、木村さん、次回もよろしくお願いします。はい。よろしくおお願願いします。いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、アスリートは主張するスポーツと政治の関係を考えるのエピソード2、労働組合プロ野球選手会はなぜ誕生したのかです。引き続き木村さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。